こんにちは、和田よしみです。今日の姫ご飯は片栗粉で作る簡単タピオカミルクティーを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。でまず最初に鍋にお水とお砂糖とココアを入れて中火にかけていきます。でお砂糖とかねココアは混ぜながらしっかり溶かしてあげてください。でこれ一煮立ちしたら火から下ろしてで片栗粉を入れて混ぜていきます。で片栗粉が混ざったら全体的に滑らかになるので、そうしたら常温で冷ましてあげてください。で冷めたらこんな感じで結構硬くねポロポロになってくるので、そうしたら手で小さく丸めていただければなと思うんですけど、このタピオカミルクティーを飲むストロー、太めのストローとかって結構100均で売ってたりするんですけど、そのストローで吸えるぐらいの結構小さめな丸にしていただければなと思います。で茹でた時にも少し一回りぐらいは大きくなるので、あんまりね大きい丸にしちゃうとストローで吸えなかったりするので、結構小さめの丸にしていただければなと思います。でこれ結構茹で時間は長くて30分ぐらい弱火で茹でてあげてください。で茹で上がったらざるにあげて、で流水で洗ってあげて、でタピオカの完成で、これねもともとの土台が片栗粉で作ってるので、あんまり長期保存って向いてなくって、なんだろう出来上がりはねすごくもちもちしてて美味しいんですけど、ちょっと時間が経つとなんか芯の部分が硬くなったりもするので、なんで長期保存というよりかは出来上がりを食べていただくか、もしくはちょっと保存したいなっていうのであれば、その茹でる前の状態で冷蔵庫に入れて保管してあげて、で食べる時に茹でていただくのが一番美味しい状態で食べれるんじゃないかなと思います。ではミルクティーと合わせて完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。これねすごいもちもちした食感でちゃんとタピオカ風になってますでちなみに今出来たてをいただいてるのですごくもちもちして美味しいんですけど、時間経つとねなんか芯の部分が硬くなってくるので、食べる直前に茹でていただいた方が美味しくいただけると思います。なんでねこう丸めるのが一番時間かかるので、テレビを見ながらとか丸めていただいて、で丸めて冷蔵庫に入れといて、で食べる直前に茹でてあげるっていうのが一番美味しく作れると思うのでおすすめです。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。これね結構ストローで飲めるか心配だったんですよ。なんか茹でてるうちにタピオカがちょっと気持ち大きくなったかなと思ったので、ストローでね飲んで出てこないかもとか思ってたんですけど、いい感じにストローで飲めました丸める時はね気持ちちっちゃめぐらいがちょうどいいと思うので、作る時の参考にしてみてください。